こんにちは、ゆうです。時は下月11月でございますが、今年も服飾費予算を大幅超過してしまいましたので、2024年ベストバイということで、今年購入してきました最高のアイテムたち、ご紹介していきたいと思います。それではまず1着目はこちら。MSU のキャンディーツイードジップアップフーディです。これはアイテム的には 24SS のアイテムなんですが、ファーストリリースだったので、去年の12月に発売されていたアイテムで、その時すでにですね、服飾費予算っていうのは使い果たしていたので、絶対に本当は買ってはいけなかったんですけども、これはね、どうしても買い逃したくなかったので、ちょっと予算前倒しと言いますか、シンコペーションバイなんていう言葉を使わせていただいておりますけど、購入させていただきました。で、結局 24SS の MSU はこれしか購入しなかったんですけど、ガーリーなアイテムも多くて、かなり難しいチャレンジングな題材のシーズンやったかなって思っていて、そのエッセンスがギュッと詰まった一着かなと思っております。で、素材がとてもファンシーなカラーのツイードで、それ自体の光沢感っていうのもあるんですけど、ところどころにスパンコードが敷き詰められていて、とてつもなく可愛らしい一着ですね。はい。一回ちょっと姉が家に遊びに来てくれた時に、これね、見て気に入ってました。はい。で、僕自身も結構気に入ってるので、今回はこれを着て残りのアイテムも紹介していきたいかなと思っております。はい。では続きましてこちら。今更ではありますが、セールにかかっていたので、鉄板の名作購入いたしました。アワーレガシーのモヘアカーディガンです。これはね、本当にモテアイテムの鉄板としてご存知の方も多いかと思うんですけども、自分も前々からずっと興味はあって、で、今回セールにかかっていたので、ついに手を出してしまいました。本当にね、さすが名作と言われるだけあってめちゃくちゃ使いやすいです。需要があれば、本当にこれもね、いつかアイテム単体として紹介したいなと思ってるんですけども、サイズにつきましては、セールになっていたタイミングの兼ね合いで、めっちゃ迷ったんですけど、48で購入してますね。はい。で、インナーとして使うなら、ベストはおそらく46やったかなって思ってるんですけども、アワーズのコータさんとかがスタイリングで組まれてたんですけど、ライトアウターの上に、このアワーレガシーのモヘアカーディガン羽織るみたいなスタイリングも結構かっこよくて、そういう風な着方のレイヤードの可能性残すんやとしたら、僕の身長とかの場合48っていうの結構ありかなと思っております。で、自分の場合はね、そういう風な着方しないにしても、もともとアウターとして着る場合でも、本当にカートコバーンみたいなイメージで、そんなノリで着たかったので、このサイズ感でいいかなと思ってるんですけども、やっぱ人によって大きすぎるって思う場合もあると思うんで、ちょっとそこはね、よくチェックしていただく方がいいかなと思っております。続きましてこちら。ダブレットのロボットアームシャツです。一般的な感性だと絶対買わないアイテムだと思うんですけど、お世話になっているミッドウエストで一正さんがめちゃくちゃ押されているのを見て結構気になっていて、で、実際に着てみたんですけど、わかりやすいかっこよさとは程遠いんですよ。はい。それこそさっきのアワーレガシーの方がよっぽどわかりやすい。払ったお金がね、しっかり自分のスタイルとして還元されるような気はするんですけど、これは何よりも一つアイテムとして収集してみたくなりましたね。はい。ダブレットらしい完全な発明の類なので、AI をテーマにしたコレクションで出てきたアイテムで、ラグランでもなく、むしろロボットが着られるように、こういう風に型が拡張されたシャツ。これはね、おそらく服好きというだけでは買えない、服バカでしか買えない一着かなと思うんですけども、まあね、後ろ指を刺されやすいデザインなのは間違いないんです。はい。ただ、いざ実際着てみるとですね、結構後ろ姿とかかっこよくて面白いアイテムです。スタイルへの還元率という意味ではベストバイとは言いづらいかもしれないんですけども、こういう変わったアイテムをですね、遮断せずに考えてみる、検討してみるっていうのは結構大事かなと思っております。続いてはこちら。ダブレットのメカニック T シャツです。これはインスタで写真を見た時から絶対に買おうと思ってました。最高の T シャツっていう動画でも紹介させていただいてるんですけども、タイタニックのパロディ T シャツでございます。さっきのロボットアームと同じシーズンで出ているので、シーズンテーマが AI ということで、そのテーマから連想されるワードの一つにメカニックってあるかなとは思うんですけども、それをタイタニックと語呂合わせで繋いだダジャレ T シャツですね。はい。で、このタイタニックの T シャツっていうのは、実はですね、ヴィンテージ T シャツの市場でもめちゃくちゃ人気のあるアイテムらしくて、なんかそれだけで本当に状態のいいものだったら10万ぐらいするのが売れるアイテムらしいんですけども、そのような雰囲気に近さ、その雰囲気の近さを出すために、単なる白色じゃなく、わざわざきなりっぽい色味で作られているみたいです。やっぱりダブレットの T シャツっていうのはね、ちょいちょいこういう小技であったり、芸の細かさっていうのが効いているアイテムが出てくるんで、目が離せないですね。はい。続きまして、
実はこの動画で最初から履いておりました。こちらです。ダブレットのジャージでございます。これね、ずっと狙ってたんですけど、今回うまいことセールにかかってて、で、ちょうどその前に一度 MSU を買ったサイトのポイントがめちゃくちゃ溜まってたので、それを使って購入しました。これ、鉄腕の友さんの着こなしが印象的だったインビジブルジャージの青色のカラーになりますね。はい。確かコレクションのスタイリングでも、これと T シャツを白 T1 枚をシンプルに合わせた着こなしがあったと思うんですけども、これ本当にめちゃくちゃ便利で、サルエルっぽく履けば、それだけで一般的なジャージと、また一つ雰囲気も外せますし、めちゃくちゃかっこいいです。おすすめです。続きまして、こちら。セントマイケルの T シャツです。個別の動画でも紹介しているセントマイケルのアイテムですね。そのセントマイケルの T シャツっていうのは去年初めてプレネで購入して、それが始まりだったんですけど、せっかくなのでね、こういうイラストと一つ大々的な文字を載せたプラスチックサインシリーズもこう欲しいなって思ってて、で、今回このアイテムっていうのが、イエス・キリストのイラストとセレブリティっていう当たり前やんかみたいなね、文字を入れ込んだユーモア満点の一着だったので気に入って購入いたしました。で、セントマイケルの怖いところってすぐに売り切れる割にドロップするアイテムの全リストっていうのがわかんないんですよね。だから今回のこの商品が、このアイテムが出た後にフリーダムコラボのやつとか出てきて、あれも結構かっこよかったんですけど、ちょっとね、1年に2着っていうのは買いづらいので、今年はこれでいきましたね。はい。なんで来年もひょっとしたら過去に出てきたら購入するかもしれませんし、購入しないかもしれません。ではお次です。CP カンパニーのゴーグルジャケットです。ハマりましたね、今年は。本当にかっこいい。前々からこの CP カンパニーの勢いがものすごいなっていうのは興味があったんですけど、最初はね、このゴーグルのディテールとかも自分の中ではあんまりロードンのアイテムと変わらないような、同じような目で見てて、まあね、外向けにブランド名を主張するための着こなしに払うお金は自分の場合一銭もありませんよ、みたいなね。それぐらいうがった見方をしてたんですけど、調べれば調べるほど、もう思ってたのとは全く違って、むしろね、ロボドンの類と真逆を行く、泥臭い発明を地で行くブランドだったんですよね。この CP カンパニーっていうのが。わかりやすいところで言うと、複雑なガーメントダイっていうのを世界で初めて成功させたブランドだったりして、これがもう調べれば調べるほどめちゃくちゃ面白くて、今個別の動画でも紹介しておりまして、それめちゃくちゃ自信作なので、よろしければご覧いただければと思います。CP カンパニーの名作、ゴーグルジャケット、かっこいいです。それではお次はこちら。ビズビムのアイガーサンクションパンツです。これはメルカリで買いましたね。SS シーズンのモデルはすでに持ってて、自分の中でのカーゴパンツはもうそれで上がりかなというふうに思ってたんですけど、やっぱり素材感みたいなところもあって、英断モデルもできることなら欲しいなとは思ってずっと狙ってまして、で、ちょうどメルカリで見つけたので購入しました。かっこいいっすね。はい。もともとカーキ色のアイテムがめちゃくちゃ好きなんですけど、このサイドの低い感じも、これまた非常に気に入ってまして、それこそさっき紹介した割れがとか合わせて、ちょっと擦れたようなブランジな感じの色味でスタイリング組んであげるのもかっこいいと思いますね。はい。で、SS のモデルも含めてなんですが、このアイテムって、ディテールを見れば見るほど結構やばいアイテムになっておりまして、それがどこがどんだけやばいかっていうのは、カーゴパンツの歴史とともに別動画でも紹介しておりますので、ぜひそちらね、よろしければご覧いただければと思います。続きましてこちら、MSU のスタジャンです。これは決めてました。最後までね、黒か白かどちらの色味にするかめちゃくちゃ迷ったんですけど、結局初志貫徹コレクション見た時に一番初めにこれやなと思ったアイテムをそのカラーで購入しました。若干懸念があったのが、アイテム単体でのかっこよさは間違いないものの、スタイリングの中でどう着ていけるかなっていう風なところで、使い勝手で言えば黒かもしれないんですけど、なんか自分の中にですね、ボーイズトゥーメンみたいな、オールホワイトの着こなしへの絶対的な憧れがあってですね、なので、実際オールホワイトで着ることはあんまないと思うんですけど、そういった方向にも舵を切ることができる可能性を残しているという風な意味でも、こちらのカラーにいたしました。で、後ろの方にこのマイケル・ジャクソンの言葉、All of us are products of our childhood だったり、エンジェルみたいな MSU を象徴するモチーフたちがパッチで縫い付けられていて、僕なんかが MSU にハマり出したのはここ数年なんですけど、これまでの歴史がですね、ぎゅっとまとまったいいところ取りのような一着だと思っております。では、お次はこちら。小森シャツです。ついに買っちゃいましたね。こ
このアイテム自体は本当に学生の頃からもう10年近くずっといいと聞き続けていたアイテムでして、いいのは分かってたんですが、自分はかなりひねくれてますので、結局これまでは買っておらず、で、改めて購入して、それはもう良かったですね。はい。インナー使いするには若干ゆとりがあるので、どう使うかにもよるんですけど、単体で使うなら、まあ最強格のシルシャツかなと思っております。で、個別で動画も出しておりますので、よろしければぜひご覧いただければと思います。ではお次は2着合わせて紹介していきます。コムデギャルソンシャツです。これもここ数年とかですけど話に聞くことが多くて、興味はあったんですが、結局手は出せておらず、ただこの夏ぐらいですかね、価格改定で結構値上がりしますよっていう風な話を聞いて、それならばという形で、まず1着買ってみるかと思ったのがこの黒の方ですね。はい。で、これを1回試しに買ってみたんですけど、それで、あ、これいいわって分かりまして。で、皆さん服好きであればですね、ベンガルさんのブログとかご存知かなと思うんですけど、シャツと休むっていうブログがあって、その紹介とかを見ていると、どうしてもストライプの方もね、ぜひ欲しいなと思って、こっち追っかけで買いました。で、これはセタイヤのセールとかで買ったので、定価より結構安く買いましたね。めちゃくちゃ生地と柄が綺麗で、正直こっちの方が、この黒のサマーウールのやつよりも気に入っております。で、これもかなりね、肝入りの動画を作成しておりますので、もうちょっと詳しく知りたいっていう方いらっしゃいましたら、ぜひその動画をご覧いただければと思います。はい、次、これめちゃくちゃいいですよ。こちらです。光沢具志堅のニットスカジャンです。これはもうルックで見た時から絶対に買おうと決めてたアイテムですね。はい。光沢具志堅自体ずっと興味あったんですけども、油断してると毎シーズンすぐに売り切れてしまうので、実は1着もこれまで持ってなくて、これは買い逃さないように購入計画をしっかり立てておりました。で、なんとなくプライスは20万円ぐらいかなっていう風な予想だったんですよ。もともとね。はい。で、そしたら蓋を開けると10万円っていうことで、これどういうことかわかります？そう、気づきました、そう。タダで買えたんですよ。ちょっとまだね、分かってない方のために簡単に説明すると、これ20万円だと想定していたわけじゃないですか。で、それが10万円だったとしたら、すでに含み益が10万円分あるわけですよ。わかりますか？ 20-10 の10ですね。はい。で、その10万円の含み益を使って、この10万円の商品を購入したら、これどうでしょう？そう、タダなんですよ。はい。気づきました。これ超絶テクです。はい。ぜひ覚えておいてください。口座残高からはね、しっかり10万円減ってましたね。はい。続きまして、こちらです。よいしょ。ダブレットのヒールテックです。これも絶対に買いたいなと思ってたアイテムです。はい。24AW のダブレットのテーマがザ・キュアということで、ゾンビが回復して人間らしさを取り戻していくみたいな、そんなテーマやったんですけど、まさにその治癒要素にあたるヒーローですね。誰もが知るヒートテックをもじったデザインになってまして、非常に素晴らしく。で、このケアルガっぽい緑のハートっていうのはね、エアブラシで描かれてるんですね。はい。で、ちなみに、本当に生地には薬草から抽出した成分を練り込んだ機能性繊維が使われているらしくて、ちゃんと酸化還元効果っていうのがね、あるらしいです。はい。で、ちなみに僕は肩こりバキバキの日に実験的にこれ着てみたんですけど、それはさすがにヒールされませんでしたね。はい。とはいえ、普通にモックネック1枚でこんだけ決まるアイテムってなかなか珍しいかなと思ってて、僕のスタイリングとしても新鮮なのでかなり気に入っております。はい、続きましてこちらです。CP カンバリのパンツです。これはね、もともとこのパンツ自体を買いに行こうと勇み足で狙ってたわけではなかったんですけど、ちょっと雨の日のスタイリングがなかなかかっこよくならへんなと悩んでいた時に、ゴーグルジャケットとかも購入して CP のアイテムにハマっていた経緯があったので、機能性も高いし、ええんちゃうかなと思って一回試しに買ってみたパンツになっております。で、ゴーグルジャケットと同じ素材というか、くも字の、これはクロム R 素材になっておりまして、撥水性もあって、で、これがですね、ゴーグルジャケットと同じカーキのカラーになるんですけど、ブラックのカラーも合わせて2色購入いたしました。このやっぱりレンズのワンポイントっていうのがパンツに入ってくるのが面白くて、この素材感や色味も相まってめちゃくちゃ外しの効くパンツなんで、もともとね、雨の日用にっていう感じで購入したんですけど、便利なんでそれ以外の日も履いちゃってますね。はい。で、今冬だと中にね、ヒートテックとか着ないとちょっと薄くてあれなんですが、逆に言うと夏場は本当にこれ1枚で全然暑くなく気楽にね快適に着られるのでめちゃくちゃ気に入ってます。はい。で、定価は結構高いんで、これは
エッセンスでセールになっているのを購入して、こっちはあれやったかな、楽天の並行輸入品かなんかで購入しましたね。はい。なんでちょっと価格的なところの高さっていうのはあるんですけど、アイテムとしてめちゃくちゃおすすめです。はい。そして最後になってしまいました。最後は鉄板のアイテムなんですけど、こちらです。ヘルスニットのヘンリーネックです。冬場のインナーどうするか問題、毎年直面すると思うんですけど、ずっと検討しながら買っていなかった名作をついに購入いたしました。本当はね、定価で1万円ぐらいしてくるんですけど、XL サイズはかなり在庫が多いのか半額近くになってまして、なんでちょっと試しにね、2色購入してみました。はい。サイズ的に自分の場合は全然 XL でいけないこともないんですけど、本当に金額考えずに買うとしたら、やっぱりベストは L サイズですね、自分の場合は。はい。で、これをトップス使いにすることもできるようなしっかりした厚みで、インナーとしても無機質ながらかっこいいので、とてもおすすめのアイテムです。これ、ちょっと L サイズもちゃんと着てみないとなとは思うんですけど、かなりおすすめなので、まとまってきたらまた紹介したいかなとも思っております。はい、そのところで2024年ベストバイのご紹介でございました。で、この動画で紹介しているのがあくまで服類になりまして、今年は結構服以外にもですね、メガネだったり小物類もいろいろと購入してしまいましたので、そちらもまた別動画で紹介したいなと思っております。よろしければぜひね、アップされたらご覧いただければと思います。ちなみにこのチャンネルはですね、基本的に1アイテムに絞って名作を深掘りしていく感じの動画が多いんですが、たまにこういう感じの企画も入れていきたいと思いますので、もし気に入っていただけたという方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録やコメント、あと高評価などもね、していただけますと非常に嬉しいです。それではご視聴くださり誠にありがとうございました。